本当に、福岡にも、私を知ってくれて、私を応援してくれてる子がいるんだって思ったら、本当にもっと頑張ろうってめっちゃ思えたし、めっちゃ会えて嬉しかったです。ちょっと泣きそうかも、正直。なんか、ちょっと待って。ちょっと待って、泣いちゃうかも。なんか、正直、こうやって YouTube をやるまで、いろいろ結構いろんな壁にぶち当たってきたから、で、毎回挫折というか、頑張りたかったのに頑張れなかったみたいな出来事がすごく多かったから、すごい応援してくれてたのに、最近 SNS とか見なくなったなーとか、結構、もう今まで結構いろいろあるんですよ。なんか、なんて言うんだろうな。ジュリも結構いろんなジャンルで活動してるからこそ、もう最初はバンドだったり、次はロックだったり、次は R&B だったし、応援しづらいだろうなって自分でも分かってるんだけど、なんか、あんなに好きって言ってくれてたのに、最近コメントとか少なくて悲しいなみたいなことが結構あって。なのに、あんまり普段皆さんに会えるタイミングがないので、今日、福岡で。しかも福岡で。名古屋でもなく、東京でもなく、全然自分の出身でもなく、今住んでる活動拠点でもない場所で、本当に応援してるんですって。ショーツも見てるし、インスタも見てるよって言ってくれたり、あとは長編も見てるよって言ってくれたり。こんなにめっちゃ嬉しかったです。なんか本当に、なんか、結構辛いこととか多いから、本当に、日々自分との戦いなんですよ。YouTuber の人ってみんなそうかもしれないんだけど、毎日数字を追って、YouTuber の人を知り合いとか周りの人でも結構いるんですよ。自分が好きで始めた職業なのに、日々再生数とか登録者とか数字を追って辛い気持ちになってる人たちを私自身周りで見るし、自分も日々数字を見て生きてるんですよね。でも数字にとらわれたくないって思うし、だけど今の活動内容的に数字は取っても取れないっていうか、存在だって分かってて毎日投稿してるんですけど、本当に全てが自分との戦いで、どんだけ頑張ったか、どんだけチャンスをちゃんとつかめたかっていう勝負というか、そういう生活を送ってて、どんな動画だったらみんなが見たいって思うかなとか、自分をどういう動画なら活かせるかなとか。でもそれって全てどんだけ時間かけてもやっぱり見てくれる人が少なかったりすると悲しいんですよね。なんか今自分で YouTube とか全部編集も撮影もしてて、こういうやっぱ関係者の方とかにも皆さんにすごいねって言ってくださるんですけど、自分はやりたくてやってるだけなんですけど、やっぱりうわー何時間もかけて作った動画なのに、なんかって思っちゃうところもあって、なんで涙が出たんだろうね。でもなんか多分日々自分との戦いで本当に生きてるので、自分のことを知って自分のことを好きで応援してくれる方々が本当に現実世界でいたんだってコメントすることも大きな一歩だと思うんですよ。私は過去にアーティストさんやモデルの方とかインフルエンサーの方にコメントしたことがないんですね。ってことは、好きっていう感情の先にコメントをする行動に移すっていう段階があって、私はその段階って大きいと思うんですよ。で、しかも現地に来て会いに来てくれるってまたもう一個先の段階だと思ってて、なんかそんな方がこんなにいたのか
って思ったら、すごく感動しました、正直。本当に、次普段あんま泣かないんですけど、なんか、すっごく嬉しかったです。皆さんに会えて。上っ面に聞こえちゃうかもしれないけど、正直ジュリがこんな泣いてることで、信じてほしいです。感動しました、めちゃくちゃ。福岡、正直全然いないかなと思って。本当に不安だったんですよ。呼んでくださったイベントの方々、スタッフの方々に、なんか、ジュリちゃん呼んで、パフォーマンスも大したことなかったし、技術も大したことなかったし、お客さんも入ってなかったしって思われちゃうんだろうなとか思って、正直ずっと当日までめっちゃ不安だったんですよ。もう本当に寝れなくて。今日も4時か5時ぐらいまで DJ の練習して、で、朝、お昼ぐらいに出発の飛行機だったんで、本当に、全然寝れないぐらい不安で仕方なくて。正直 DJ やめようかなってさっきもスタッフさんに話したんですけど、向いてないなって思ったんですよ。繊細な作業なんですよね、DJ って。なんか本当に再生するだけでいいじゃんって思う方いっぱいいると思うんですよ。歌やダンスよりも簡単じゃんって思ってる人はいると思います。私もちょっと思ってました。だけど実際やってみて、こんなに繊細で、こんなに頭を使う技術の必要なものはないんじゃないかって思ってしまうぐらい、私はすごいものだなって感じてます。それこそ、なんかもう、こんな話つまんないかな、みんな。だけど、本当に DJ っていうお仕事ってすごいなって。いろんな楽曲を知ってる上で、皆さんの空気を読んで、即興でやってる方々がいっぱいいらっしゃるんですよ。私はちゃんとカンペを作りますよ。全然言いますけど、私は1から10まで全部カンペを作って、すべて台本通りにやってます。でもプロの DJ の方は皆さん即興でやってるので、本当にすごいなって思います、めちゃくちゃ。でも本当に今日、リアルな話すると集客面であったり、技術面であったり、パフォーマンス面であったり、もうすっごく不安だったんですよ。だからこそ、めちゃくちゃ DJ 向いてないなって、めちゃくちゃ思ったし、結構自分と戦ってた。DJ 練習しないといけないのに YouTube の編集もしないといけないし、他のやることもいっぱいあるし、すっごい思ってたんですけど、今日当日を迎えて自分もパフォーマンスして、でみんなが楽しんでくれたんですよね、すっごい。お客さんとお話しして聞いたんですけど、私のこと知らなくて、今日初めて会ってすごい好きになったよって言ってくれた人も結構いたんですよ。それもめちゃくちゃ嬉しかったし、何よりみんな温かいなと思って、すっごい不安だったけど、みんな楽しんでくれてるみたいな感じました。まあちょっと失敗しちゃったんですけど、でもまだまだね、今回ちゃんとクラブで回すのは2回目なので、みんなお世辞でね、お世辞でだよ、お世辞で、いや2回目なんて思えないってすっごい上手だったよって言ってくれてるんですけど、いや、あんなものは誰でもできるぐらいの、ほんと、まだまだですよ。なので私は出番が終わった後に踊り狂いました。ずるっちゃずるなんですけど、少しでも今日ジュリに会いに来てくれた人たち、皆さんにジュリに会いに来てよかったなって、最高な一日になったなって思ってもらえるように全力で盛り上げようって思いました。だから、マジ5時半とかまでクラブにいる予定ではなかったんですけど、少しでも本当に心の底から今日来てくださった私のことが好きって応援してくださってる皆さんに、今日っていう一日がジュリに会いに来てよかったなって、これからも応援しようって思ってもらえるように全力を尽くそうって思いました。でもその自分のこの感覚がすごい大事だと思うし、これからもみんなが喜んでくれるような活動したいと思います。なんかすっごい感極まったな。今日まですっごい不安だったから。でも DJ すっごい楽しかったし、DJ の他の出演者の方々にすごく尊敬したし、スタッフの皆さんもすっごい温かくて、もうみんな大好きって感じです。福岡お仕事呼んでくださって本当に嬉しかったです。まだまだ技術面とかいろんな面で
未熟なところがすっごいいっぱいあると思うんですけど、本当に今回呼んでくださったことに、そして皆さんが遊びに来てくれたことにすごく感謝してます。これから、まあね、先月23歳になったんでね、もうちょっと大人になって自立して、もっと頑張ろうって改めて思いました。まあ、長々と20分もホテルでね、朝もう6時になるんじゃない喋ってるので、こんな感じで。福岡初 DJ! 閉幕また、明日、10時にチェックアウトなので、やばいよ、あと、4時間5時間後なので、ちょっと寝ます。早急に寝て、そしたら、明日、起きれたらちゃんとメイクをして、観光 Vlog を撮ります。頑張ります。今日来てくださったみんなありがとうね。楽しかったよ。最高。なんか、マジで一生語れるんだけど、マジで最高だったよって感じです。わかんない。もうみんな今見てる人、来てくださった人、みんながどう思ったかは知らないですけど、私はすっごい最高でした。めっちゃ楽しかった。福岡、最高。おやすみなさい。私はゆっくり寝ます。バイバーイ。すべての人に感謝です。バイバーイ。おやすみなさい。夢見てねー。すや。